皆さんこんにちは。30代気まぐれ旅 Vlog です。今回の動画では世界最大規模のハリーポッタースタジオツアー、ワーナーブラザーススタジオツアー東京をご紹介します。映画ハリーポッターやファンタスティックビーストの制作の舞台裏を体験できるこの場所は、ハリーポッターファンだけでなく、日本を訪れる旅行者にとって絶対に外せない場所の一つとなっています。ロンドンにも同様の施設がありますが、ここ東京はアジア初にして世界最大の規模を誇り、東京だけの特別なセットや体験がいくつも用意されています。ただし、何も知らずに来ると、その圧倒的な広さと情報量に圧倒され、半分も満喫できずに終わってしまうかもしれません。そこでこの動画では、初めてワーナーブラザーススタジオツアー東京に遊びに行こうとしている人が、絶対失敗しないための事前準備やタイムスケジュールなどをお伝えしていきます。この動画を見れば、マグルのあなたも一人前の魔法使いになれること間違いなし。それでは早速事前準備編からスタートです。事前準備で最も大切なことは、チケットが完全予約制であるということです。当日に現地で購入することはできず、事前にチケットをオンライン上で購入しておく必要があります。チケットの購入は公式ホームページからも可能ですが、人気の時期などは売り切れ表示になっていることも多く、あまりおすすめはできません。おすすめはクルック、KKday などの予約サイトからの予約になります。公式ホームページで売り切れの場合も予約できることが多く、また海外の方は使い慣れている人も多いと思います。概要欄にリンクを貼っておきますのでご参照ください。またチケットの値段は時期により異なるため注意が必要です。チケットの料金は6000円から7300円になります。平日が最も安く、土日やバケーションシーズンだと値段が少し上がります。購入したチケットの QR コードは入り口で見せる必要があるため、入場前に必ず準備しておきましょう。中はとても広く、公式には4時間とされていますが、私は7時間近く滞在していました。乗り物のようなアトラクションがあるのではなく、歩いて巡る巨大な博物館のため、スニーカーは絶対条件と言えます。また、ローブや杖があると没入感が増すのでおすすめです。数々のフォトスポット、動画撮影でスマホの充電は一瞬でなくなるため、モバイルバッテリーは必須です。館内でレンタルも可能ですが、持参するのが確実です。西武池袋駅から電車に乗り、豊島園駅が最寄り駅となります。西武池袋駅は JR 池袋駅の改札から一度出る必要があるため注意が必要です。また、2026年3月より羽田空港からリムジンバスも就航しています。詳しくは公式ホームページをご参照ください。チケットに記載されている時刻は、ツアーエリアに入場が可能な時間になります。建物自体には1時間前から、朝一番の枠だと30分前から入場が可能です。早めに入場しておき、ツアー前の着替え、限定グッズの購入、杖やローブへの名前入れを先に済ませておくのが効率的な回り方になります。また、大広間をモチーフにしたカフェで腹ごしらえをするのもおすすめです。ツアーエリアは一方通行の構造となっています。
トイレに行きたい、写真を撮り直したいと後から思っても戻ることができないため、各エリアでしっかりと済ませてから進んでいきましょう。バックロットカフェはツアー中間地点にあるレストランです。スプラウト先生の温室をイメージしたエリアやドローレス・アンブリッジのティーパレスがあり、事前予約すれば英国式アフタヌーンティーを楽しめます。期間限定メニューも多くあるので必ず寄ってみてください。もう一つのおすすめがバックロットカフェの隣にあるバタービールバーです。世界最大のバタービール専用バーで、ノンアルコールのため子供から大人まで誰もが楽しむことができます。バーのすぐ横に洗い場と袋が用意されているため、カップは記念に持ち帰ることができます。ロビーに隣接している世界最大規模のハリーポッターショップで4000点以上のアイテムが並んでいます。ツアーの開始前と終了後、どちらでも入ることができ、ローブや杖、お菓子、東京限定グッズなど、ほぼ全ての商品がここで手に入ります。ツアーの中盤、ホグワーツ特急が停車している9と4分の3番線のホーム内にあるショップです。トラベルバッグ、文房具など、鉄道、旅に特化したここだけの限定グッズが並んでいますが、ツアーの途中にあるため、一度通り過ぎたら後から入ることはできません。事前の準備はこれで完璧。あとはスマホの充電とたくさん歩く覚悟を忘れずに。この動画が旅のヒントになったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それでは魔法の世界を楽しんできてください。